こんにちは。長崎キリシタン機構、ナビゲーターの桃です。今回は路面電車に乗って、ホタル茶屋方面に向かいたいと思います。長崎駅からだと東の方向なんですが、長崎で最初の教会や、アウシュビッツで亡くなった聖コルベ神父ゆかりの場所があるんですよね。グラバー邸や大浦天主堂など観光スポットが集中するエリアからは少し離れるんですが、長崎での自由時間が半日あったら訪れてみてほしいところです。ではまず、ホタル茶屋方面行きの路面電車に乗って、一つ手前の電停新中川町で降りましょう。目的地の春徳寺までは徒歩7分ほどですが、ちょっぴりきつめの石段を登らなければなりません。でも、石段の途中にこんな記念碑があるので嬉しいです。1567年ルイス・デ・アルメイダこの地にトライフ教スと書かれています。解説版もあるので、読んでみましょうか。ルイス・デ・アルメイダトライ記念碑。永60年1567年頃、長崎地方で最初にキリスト教を布教したアルメイダ1525から1583年は、ポルトガルの貿易商人であった。信仰にあつく、後イエズス会修道士となり、私財の全部を日本布教に捧げた。キリスト教の伝来とともに深い西洋医学の知識を医療活動に捧げ、西日本各地を巡回した。西洋医学を最初に日本に伝えたことでも有名である。長崎ではここに最初の布教所を設けたと言われている。ということです。そうです。こちらが長崎で最初の教会があった場所で、キリシタンの原点のような地なのです。そう思うと、急な石段も登る力が湧いてきますよね。見えてきました。こちらが教会跡とされる春徳寺です。中には許可がなければ入ることができませんが、門前に記念碑と解説版があるので、こちらを読んでいくこととしましょう。トードスオスサントス教会跡、コレジオセミナリオ跡、永60年1567年、領主長崎神左衛門にキリスト教の布教の許可を得たアルメイダは、以後、長崎での布教を開始した。神左衛門の館は私立桜間中学校の地にあり、その周辺に集落が形成されていた。神左衛門はガスパル・ビレラ神父にこの地にあった小さな寺院を提供。同12年1569年この寺院を改装して、小さいながらも美しい長崎で最初の教会が建設された。慶長2年1597年にはセミナリオやコレジオも設置され、各寺印刷所なども併設された。と、書かれている通りです。こちらの春徳寺は、トードスオスサントス教会が慶長19年1614年、幕府の禁教令で破却された後に建てられました。こちらのお寺を改ざんした体質禅師は博学で知られ、幕府から書物改め役にも任せられました。書物改め役とは、江戸時代長崎に設けられた漢石などの輸入書籍を調査する江戸幕府の役職です。キリスト教関連書籍の流入を防止するために設置されました。体質禅師が最初の書物改め役となって以降、春徳寺の歴代住職が中国から入ってきた書籍の中にキリスト教関係の記述がないかチェックする役割を果たしました。キリシタンと、とってもゆかりの深い寺院ですね。では再び路面電車に乗って、終点ホタル茶屋に参りましょう。この辺りまで来ると少し山の雰囲気がしてきますね。目指す聖母の騎士修道院は、山の中腹から山頂にかけてあるので、上り坂が続きます。頑張ってください。見えてきました。聖母の騎士修道院です。敷地内にカトリック本郷地教会と聖コルベ小聖堂、聖コルベ記念館と資料室があります。まずは聖堂で黙想させていただきましょう。カトリック本郷地教会は、1930年に来日したコルベ神父によって、1931年に設立されました。コルベ神父のこともご紹介していきましょう。マキシミリアノ・マリア・コルベは1894年、ポーランドに生まれました。信仰深い家庭で育てられ、コンベンツァル聖フランシスコ修道会の小進学校に入学。とても優秀で才能豊かな少年でした。体が弱くて勉強が困難になった時期もありましたが、ローマに行ってグレゴリアン大学で哲学の博士号を、聖ボナベントゥラ大学で神学の博士号を取りました。
そして1917年、6人の仲間と共に、聖母マリアに全てを捧げて働くことを目的とする汚れなき聖母の騎士会を創立しました。1927年にはニエコからの不修道院を創立し、無現在の聖母の騎士等の出版による宣教を開始しました。ニエコからの不とは無現在の聖母のことです。また日本での宣教を考えるようになり、1930年3月、コルベ神父は、ゼノ修道士、ヒラリオ修道士を伴ってフランスから船に乗り、4月に長崎へ到着したのです。聖堂の左手にある聖コルベ小聖堂にも入りましょうか。小さいけれど、とても温かみのある聖堂です。こちらの椅子は、1981年2月26日、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世がここに巡礼された時、祈る際に座ったものです。手前のひざまずき台もその時使用されたものですね。ヨハネ・パウロ2世はコルベ神父と同じポーランド人だったので、日本では特にここに来たいと願ったそうです。ここで話されたことを翻訳したものも置かれているので、よかったらお読みください。思い入れがあったことが伺えますね。ガラスケースに入れられているのは、コルベ神父の遺髪です。コルベ神父は聖人なので聖遺物ですね。では一旦聖堂を出て、聖コルベ記念館の見学に行きましょう。1986年、コルベ神父の劣勢を記念して開設され、中に資料室があります。こちらは修道院の聖地の際に発見された十字架。昔、この一帯は生き倒れた人たちの墓地だったのですが、ここに葬られたキリシタンもいたのかもしれないですね。多くのキリシタンが暮らしていた長崎とはいえ、修道院建設に際してキリシタン時代の十字架が見つかるなんて、不思議な導きを感じます。こちらは長井隆博士からの手紙。長井隆士はコルベ神父の主治医でした。こちらは遠藤周作からの手紙。朝日新聞に連載された女の一生第2部は、コルベ神父一行が長崎に上陸したシーンから始まります。その取材に訪れた際にお世話になったことを感謝するお礼状ですね。この小説では、コルベ神父のアウシュビッツでの愛の島で描かれています。こちらはコルベ神父が実際に書いた文字。紙にびっしり書かれていますね。使われていたもののほか、コルベ神父の胸部レントゲン写真までありますね。来日するに、3年前のもので、肺結核であったことがわかります。日本に来て、肺結核はさらに悪くなりました。コルベ神父は日本で6年間働いて、1936年にニエコからの不修道院の院長に選ばれたため、日本を離れてポーランドへと帰国しました。そしてその後5年しか生きられませんでした。ナチスによって逮捕され、アウシュビッツ収容所に送られて、そこで一人の死刑囚の身代わりとなって死んだからです。逮捕の理由は、無現在の聖母の騎士がナチスに対して批判的だったからとも、当時はユダヤ人だけでなく、ポーランド人も逮捕の対象にしていたからともされます。アウシュビッツでの最後について、ウィキペディアから抜粋します。身代わりの死。1941年7月末、収容所から脱走者が出たため、10人が死刑に処せられることになった。マンゴーを呼ばれたフランツェク・ガイオニチェクというポーランド人が私には妻子がいると泣き叫んだ。この声を聞いて、そこにいたコルベが、私が彼の身代わりになります。私はカトリック司祭で妻も子もいませんからと申し出た。責任者であったヘスは、この申し出を許可した。コルベと9人の囚人は地下牢の餓死室に押し込められた。通常、死刑に処せられると、飢えと渇きによって錯乱状態で死ぬが、コルベは毅然としており、他の囚人を励ましていた。時折牢内の様子を見に行った通訳は、牢内からは祈りと歌声が聞こえ、餓死室は聖堂のように感じられた、と証言している。2週間後、衰弱していたもののコルベら4人はまだ息があった。当局は病院付けの元犯罪者ボスを呼んでフェノールを注射して殺害した。亡くなった時コルベ神父は47歳でした。どんな亡くなり方をしたかが明らかになったのは、戦後になってからのことでした。コルベ神父は1971年、教皇パウロ6世によって列服され、1982年ヨハネ・パウロ2世によって劣勢されました。
列腹式及び列聖式の場には、コルベ神父に命を助けられたガイオニチェク氏の姿もありました。ガイオニチェク氏は奇跡的に終戦まで生き延びて解放され、94歳の天寿を全うするまで、コルベ神父に関する講演を世界各地で続けました。証人、だったんでしょうね。1998年、ロンドンのウェストミンスター教会の扉に20世紀の殉教者の一人としてコルベ像が建てられました。資料室の真ん中には、聖コルベの部屋があります。神父が生前使っていた部屋をそのまま残したもので、机も椅子も当時使われていた実物です。素朴な机や椅子ですが、なんとこれらは全てゼノ修道士の手作り。壁や、用事を言う時に開ける壁の小窓までもです。慕う気持ちと愛を感じますよね。ヨハネ・パウロ2世が来られた時も、この部屋に入って椅子に座り、机でサインをしたりしました。そこに今も私たちが入って座ってもいいだなんて、とっても寛大ですよね。ご厚意に感謝しながら、たくさん学んで帰りたいものです。コルベ神父と一緒に来日して、日本のために働き、日本で亡くなったゼノ修道士のこともぜひこの機会に知ってほしいですね。1936年にコルベ神父が帰国した後も、日本で活動を続け、1945年8月9日、原子爆弾投下で被災。焼け野原となった長崎で救援を行いました。戦後も戦災孤児や恵まれない人々のために尽くし、浅草のバタや廃品回収業者街など全国各地で支援活動をしました。親しみやすいキャラクターとユーモアとで、宗派を問わず多くの人に慕われました。資料室には、ゼノ修道士のカバンや帽子、鉄道会社から送られたフリーパスなどが展示されています。人道支援のために働いていることがそれくらい認識されていたんですね。日本政府も、ゼノ修道士の献身的な社会福祉活動に、1969年、勲4等随褒章を贈りました。また1981年に来日したヨハネ・パウロ2世は、東京でゼノ修道士の入院先を訪問。教皇はポーランド語で語りかけ、長年の活動に敬意を表しました。ゼノ修道士はその翌年、1982年に東京で亡くなりました。こちらには北原さと子さんの習字も書けられていますね。少女時代のものらしく、のびのびとした文字で、竹とんぼって、いいですね。北原さと子さんのことも紹介したいって言ってたらキリがないですけど、どうしましょう。簡潔に説明しますね。ゼノ修道士と出会って、浅草のバタヤ街で貧しい人々のために献身し、アリの町のマリアと呼ばれた人です。もろもろの奉仕活動で無理をして健康を害し、療養のため一時アリの町を離れましたが、死期を悟るともう一度アリの町に移住。アリの町の人々、特に子供たちの教育環境改善に取り組んで、28歳で起点しました。小説や映画、テレビドラマにもなっているので、北原さと子さんのことは知ってるよという人もいるでしょうね。現在、列腹運動が進められています。では記念館を後にして、山を登りましょうか。山の頂上付近にルルドがあって、とっても雰囲気が良くておすすめなんですよね。先にコルベ神父像と教皇来訪記念碑、最初の修道院の様子などを見ておきましょうか。では出発。レッツゴー。ルルドへ登っていく道は、十字架の道行きになっており、だんだんと浄化されていくような感じがしますね。着きました。聖母の騎士修道院のルルドです。ルルドとは、フランス南部にある町の名前で、ここに聖母マリアが現れたんですね。聖母が少女ベルナデッタに、足元の土を掘るように言い、その通りにすると、泉が湧き出て、その水が人々の病気を癒す奇跡の水となりました。以来、フランスのルルドの町は有名な巡礼地となり、海外からも巡礼者が訪れるようになったのですが、各国でも教会内にルルドが作られるようになりました。コルベ神父は1932年5月、ここにルルドを開き、毎日、ここへ来て祈ったということです。また永井隆博士は、原爆で首を損傷し、傷口が化膿してエソとなっていたけれど、このルルドの水で癒されたと明かししています。本当に、いいところですね。眺めもいいですが、鳥のさえずりを聞きながら、日差しを浴びていると、天国ってこんなところかなと思ってしまいます。それでは、今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録して、
次の動画も見てくださったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。